皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ためになる話あると思いますので、最後までご覧いただけたら幸いです。それでは、どうぞ。現代の私たちの生活は、まるでジェットコースターのように忙しく、一つの仕事が終わったかと思えば、次々に別のタスクが襲ってきますよね。そんな時、もう、全部やめて、海辺でハンモックに揺られていたいなんて、思ったことはありませんか？残念ながら、すべてを放り出して、南の島に逃げるのは難しいですが、実は、自宅でも手軽に、リラックスできる方法がたくさんあります。この記事では、笑って楽しみながら、家でできるリラクゼーションの秘訣を伝授します。1、呼吸法でリラックス。でも、深呼吸ってそんなに難しい？まずは、呼吸から始めましょう。呼吸？って思うかもしれませんが、実は呼吸がストレス解消の鍵。もちろん、私たちは普段から無意識に呼吸していますが、ちゃんとしたリラックス呼吸法って意外に知られていません。しかも、意識的にやると想像以上に効果的なんです。例えば、腹式呼吸。お腹を膨らませるように息を吸い、ゆっくり吐き出すだけです。そんな簡単なことで？と思ったそこのあなた、試しにやってみてください。ちょっとお腹をぽっこりさせながら、まるで自分、腹筋してますよみたいな顔して、呼吸をするだけで、心がふわっと軽くなるはず。呼吸を使ってリラックスするのは、実は、とっても効果的です。次にストレスが爆発しそうな時には、一旦深呼吸。ついでに大丈夫、これも運命とかつぶやいてみてください。それだけで気持ちがリセットされるかも。瞑想で心を空っぽにでも考え事が止まらない。次におすすめしたいのが瞑想です。何も考えずにじっと座って心を落ち着けるなんて簡単に聞こえますが、実際やってみると晩ご飯何食べようとか、昨日のドラマの続きが気になるとか、どうでもいいことが次から次へと頭に浮かんでくるんですよね。そんな時、思い出してください。瞑想は何も考えちゃダメってわけじゃないんです。考えが浮かんでも、それを今こんなこと考えてるんだなと眺めて、また呼吸に戻るだけ。それで OK。これを続けると、徐々に雑念が少なくなり、心が静かになっていきます。だから、途中で瞑想無理、と思っても焦らずに、ただ座って、また変なこと考えてるって笑っていれば OK。それに、瞑想って意外とユニークな時間です。目を閉じて、頭の中で自分がパラダイスにいるイメージをしてみたり、空想旅行してみたり、自由に楽しむのも一興。あくびが出ても、居眠りしちゃっても大丈夫。リラックスが目的ですから。3、音楽で脳をリセット。でも好みは人それぞれ。音楽は心をリフレッシュする最強の武器です。誰もが知っているクラシックや自然音を使って心を落ち着ける方法はもちろんありますが、ここは少し変わった選択肢も提案したいところ。例えば、普段からテンション高めのロックやポップを聴く人は意外とジャズやボサノバにハマるかもしれません。クラシックなんて退屈をと思っていたら、バッハのチェロ協奏曲が最高のストレス解消ソングだったりすることもあります。逆に、いつも静かな音楽を好む人は、思い切ってドラムやベースがドッカンとなる音楽で気分転換してみるのもあり、音楽はその日の気分次第で自由に選んでください。シャワーを浴びながら大好きな曲を大音量で流すなんていうのも、ちょっとした至福の瞬間。カラオケ気分で大声で歌うのもおすすめです。あまり気にせず、楽しく音楽を取り入れてみてくださいね。4、アロマで香りに癒される。でも、好きな匂いは何でも OK？ アロマセラピーも家で簡単にできるリラクゼーション法の一つです。よくラベンダーはリラックス効果抜群とか言われますが、正直なところ、ラベンダーが苦手な人もいるんですよね。でも、そこは心配無用。アロマは自分がいい匂いと思う香りで十分効果があります。もしアロマディフューザーとかおしゃれすぎて手が出ないなんて思っているなら、ティッシュにエッセンシャルオイルを数滴垂らして
それをちょっと部屋の隅に置くだけで OK。これなら手軽に始められるし、突然ゲストが来てもすぐに片付けられるというお手軽さ。香りでリラックスするってなんだか贅沢な気分になりますよね。自分の好きな香りを見つけてリラックス空間を演出してみましょう。これだけでお家がちょっとしたスパのように感じられるかも。5、体を動かしてリラックス。でもヨガって難しそう。体を動かすとリラックスできるって聞くけど、それって運動嫌いな私にはちょっと無理じゃない？と思ったことはありませんか？ヨガやストレッチは実は体をほぐすだけでなく心もリラックスさせる素晴らしい手段なんです。でも無理に難しいポーズをやる必要はありません。ダウンドッグとか戦士のポーズなんて聞くと思わず身構えちゃいますが、実はヨガって意外とシンプルな動きでも効果があるんです。例えば寝転んで手足を伸ばして大きく伸びをするだけ。これでも十分リラックス効果が得られます。無理して難しいことをする必要は全くありません。今日のヨガはただ横になって伸びをするだけ。なんて自分に合ったゆるいヨガを作り上げちゃいましょう。リラックスが目的ですから楽しく続けることが大切です。6、マッサージでゴリゴリ解消。でもセルフマッサージって肩こりや首のこわばりに悩まされることが多い方にはマッサージがおすすめです。でも自分でマッサージしても全然気持ちよくないなんて思ったことありませんか？実はセルフマッサージもコツさえつかめば結構気持ちいいんです。例えば肩を揉むときに力を入れすぎずゆっくりと優しく押すのがポイントです。ゴリゴリやるよりもリズムよく軽く揉む方が意外とリラックス効果が高いんです。家にあるテニスボールや小さいボールを使って背中や足の裏をコロコロするだけでも十分リフレッシュできます。テニスボールの代わりに丸めた靴下でも効果あり、セルフマッサージで筋肉をほぐしてコリを解消すれば体がスッキリするはずです。7、温かいお風呂で極上のリラックスタイム。ただのお風呂がパラダイスに？さあ、リラックスの王道といえばやっぱりお風呂。疲れた体をお湯に沈める瞬間、まるで全てのストレスが溶け出していく感覚って最高ですよね。でも、ただ使ってるだけじゃもったいない。どうせなら、そのお風呂タイムをもっと面白く、もっと豪華に楽しんじゃいましょう。まず、入浴剤を工夫してみるのはいかがでしょう？ドラゴンボールみたいなバスボムを入れれば、お風呂の中でシャボン玉戦士になれるかも。もしくは、色とりどりのバスソルトを使えば、まるで虹の世界に飛び込んだかのような気分が味わえます。ただし、アヒル隊長を忘れてはいけません。彼がいなければ、リラックスも半減ですから。さらに、キャンドルを使ったお風呂も一押しです。部屋の電気を消して、ロマンチックなキャンドルライトで癒されながら、気分はまるでセレブ。お風呂で自分をお姫様、もしくは王子様扱いしちゃいましょう。もうこうなったらバスタブコンサートを開催するしかありません。歌いたい曲を大音量で流して、一人カラオケ大会を楽しむのも最高のリラックス方法です。お風呂の中だから、ちょっとくらい音痴でも全然気になりませんよ。8、おやつタイムでほっと一息。でも食べ過ぎは？次は、おやつタイムです。はい。リラックスには美味しいおやつが欠かせませんよね。特に、ふんわり焼きたてのクッキーとか、チョコレートがとろっと溶ける瞬間を想像してみてください。もうこれだけで、心も体もリラックスしちゃいますよね。しかし、ここで注意。ついついリラックスしすぎて、あれ？一袋丸ごと食べちゃった？なんてことが起こりがちです。そんな時は、今日は特別な日だから、仕方ないと言い訳をして、次の日から気を引き締めましょう。リラクゼーションは心の健康のためですから、おやつは適度に楽しむのがポイントです。でも、せっかくならおやつタイムを特別な儀式に変えてみましょう。例えば、おやつの神様に感謝を捧げる的なムードを作り出して、毎回のスナックタイムを神聖な瞬間に、パジャマを着て、お気に入りのドラマを見ながら食べるのも最高のリラクゼーション。これなら罪悪感も半分に減るかも。
9、ペットと一緒に癒される時間。でも、飼ってない場合は、ペットがいる人なら、彼らとの時間こそ、究極のリラクゼーションです。毛がふわふわの猫や、元気いっぱいの犬と一緒に過ごすと、あらゆるストレスが吹き飛んでしまいます。猫が膝の上に座る瞬間、それは、まるで我が家の王が降臨した。という神聖な時間。犬が尻尾を振って飛びついてきたら、世界で一番愛されてるのは自分だ。と錯覚しても良いでしょう。でも、ペットがいないという人も安心してください。最近では、YouTube で癒される動物動画が大量にアップされています。自宅でカウチに横になりながら、可愛い子猫がボールで遊ぶ映像や、パンダが転げ回る映像を見れば、心がほぐれていくこと間違いなし。実際にペットがいなくても、画面越しの彼らが、心の中にほわっとした温かさをもたらしてくれますよ。10、笑いは最強のリラックス法。でもギャグのセンスが大事。最後に、笑いの力を侮ってはいけません。笑うことで体の緊張がほぐれ、脳内で幸せホルモンがドバッと分泌されるのです。もちろん、笑いのセンスには個人差がありますが、自分にとって最高に面白いものを見つけるのがコツです。最近の YouTube には、動物のハプニング集から、笑いすぎて、腹筋崩壊するドッキリ動画まで、笑えるコンテンツが山ほどあります。これを活用しない手はありません。好きなコメディアンのスタンドアップショーを見ながら、お腹を抱えて笑うのもよし、友達とリモートで笑ってはいけないチャレンジをしてみるのもよし、笑うことで、ストレスなんてあっという間に吹き飛んでしまいます。それに、自分でギャグを考えてみるのもあり、例えば、今日は自分が一番面白いと思うダジャレを10個考えてみるチャレンジ。なんてどうでしょう？友達に披露して爆笑を取れたら最高ですが、爆笑を取れなくても自分が楽しくなればそれで十分。笑いは心の健康に最高の薬なんです。11、DIY リラックス空間を作ろう。でも、作りすぎて逆に疲れちゃう？家をもっとリラックスできる空間にしたい。という願望をお持ちなら DIY に挑戦してみましょう。ただし、あまり凝りすぎると途中で私、何やってんだろうってなるので、ほどほどに楽しむのがポイントです。まずは、クッションやブランケットを多めに用意して、居心地の良いスペースを作るのが手始め。次に、植物を12個置いてみましょう。多肉植物なんかはお手軽でおすすめ。あまり手入れしなくても枯れにくいので、ズボラさんでも安心です。そして、夜はフェアリーライトをつけて、ちょっと幻想的な雰囲気を演出。これでインスタ映えする癒しのコーナーが完成です。ただし、気をつけたいのは気合を入れすぎないこと。インテリアの模様替えに熱中しすぎて、あれ？もう3時間経ってる？そしてまだ終わってないという事態になりがちです。そんな時は、まあ、これでいいかと、途中でやめる勇気も必要。完璧主義をやめるというのもリラックスの極意ですからね。12、お笑いエクササイズで笑いながら運動。でも、本当に効果あるの？運動なんて疲れるだけじゃん。って思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。実は、最近お笑いエクササイズという謎の運動が流行っています。要するに、笑いながら運動をするというものですが、これが実際に体と心に効果的なんですよ。やり方は超簡単。まずは腹筋をしながら好きなギャグを一つ言ってみましょう。例えば、腹筋が崩壊しそうだけど、このギャグで先に腹が痛い。みたいな感じで、これを繰り返していくだけで、笑いながら運動するという新感覚エクササイズが楽しめます。もちろん、最初はこれ、意味あるのかな？と思うかもしれませんが、笑いながら体を動かすと意外とストレス解消になりますよ。お笑い番組を見ながらやるのも楽しいですよ。もし一人でやるのがちょっと恥ずかしいなら、友達や家族と一緒にやってみましょう。お互いに面白いことを言い合いながら運動すれば、全員が笑い転げてリラックスできること間違いなしです。健康的に笑えて、体も動かせて、リラックスもできるなんて一国三鳥。13、
リラクゼーションエンタメ最強のコンボ。リラックスしたいけど、じっとしているのは苦手というアクティブ派のあなたにおすすめなのが、エンタメを絡めたリラックス法です。例えば、最新のゲームをプレイしながら、ついでにリラックスしてしまうという手法です。最近は、ゆったりとしたペースの癒し系ゲームがたくさんあります。牧場物語や、動物の森など、時間を忘れて没入できるゲームは、まさに最強のリラクゼーションツールです。しかも、ゲームの中で家をデザインしたり、作物を育てたりしていると、いつの間にか自分自身もリフレッシュされているという不思議な現象が起こります。ただ、ちょっと気をつけたいのは、ゲームが楽しすぎて、リラックスどころか逆に熱中しすぎてしまうことです。気づけば深夜2時、目はギンギン明日仕事なのにという状態にならないよう、適度なタイミングで切り上げることが大切です。14、ネットで世界の癒しを探索しよう。でも、猫動画沼にはまる？インターネットはリラックスの宝庫です。特に猫やパンダなどの動物動画はもはや癒しの神と呼ばれる存在。少しストレスが溜まってきたら YouTube で可愛い猫ハプニング集と検索してみてください。猫がカーテンにぶら下がったり空中でくるくる回る様子を見るだけで自然と笑顔がこぼれるはずです。ただし注意したいのは猫動画の沼。一度見始めると次から次へと関連動画が出てきて気づいたら2時間経過という事態に陥りがちです。これもリラクゼーションの一環といえばそうですが、気がつけば一日が終わっていることもあるので、適度に自制心を持って楽しみましょう。15、リラックス最終兵器を昼寝。でも、昼寝しすぎ注意？最後に紹介するのは、究極のリラクゼーション方法を昼寝です。もうこれは説明不要ですよね。お昼寝は、心と体をリセットする、最もシンプルで、最も効果的な方法です。日中の疲れをほんの少しの睡眠でリフレッシュできるなんて、まさに人間の特権。ただし、ここでも落とし穴があります。お昼寝があまりに気持ちよくて、気づいたらもう夜じゃん？という事態。これでは昼寝どころか夜寝になってしまい、逆に夜中に眠れなくなるという悪循環に陥る可能性があります。理想的なお昼寝時間は1520分です。これを超えると体が完全に夜モードに入ってしまうので、スマホのタイマーをセットしておくと安心です。16、アートでリラックス。でも、絵心がないって？そんなの気にしない。アートがリラックス効果をもたらすって知っていましたか？でも、私は絵が苦手だから、なんて心配しないでください。リラクゼーションとしてのアートは、完成度なんて、どうでもいいんです。自分の気分を自由に表現すること、それが大事なんです。まずは、クレヨンやカラーペンを手に取ってみましょう。適当にぐるぐる描いたり、好きな色を思いのままに塗ってみるだけで、心が解放されるのを感じるはず。アートは自由だ。なんて叫びながら、手が動くままに描いていくのも楽しいですよ。カラーブックを使うのもいいアイデアです。子供向けの塗り絵なんて、意外と大人にもリラックス効果があります。それでも私、アートの才能ゼロ出しと思うなら、もう一歩進んで、あえて下手くそな絵を描くを目指しましょう。これが案外面白い。わざと笑っちゃうくらい下手な絵を描いて、後から自分でツッコミを入れつつ、笑いを誘うリラックス法もありです。友達と競争してどっちの絵がもっと下手くそか？なんてやってみるのも楽しいですよ。17、植物を育ててリラックス。でも、話しかけるのはあり？植物を育てるのは癒し効果が絶大です。緑を見ているだけで心が落ち着くと言われていますが、実は植物と会話をすることでリラックス度がさらにアップするかもしれません。植物に話しかけるなんて恥ずかしい？いやいや、植物もお前、頑張れって応援してほしいんですよ。まずは観葉植物やハーブを買ってきて名前をつけてあげましょう。例えば、あなたのサボテンがスティーブだったり、バジルがリチャードだったりしたら、少し楽しくなりませんか？朝におはよう。スティーブ、
今日は日差しがいいねとか、夜にリチャード、お水いる？なんて話しかけてみてください。さらに、元気に育ったらさすがリチャード。最高だよ。と褒めてあげましょう。これが案外面白くて、気分もほぐれるんです。家族に見られて、ちょっと気まずい？それもまた笑いに変えちゃいましょう。私、植物と話すのが趣味なんだなんて、冗談半分に言えば、きっと周りもリラックスしたムードになりますよ。18、笑いヨガでリラックス。でも、笑えない日もある？笑いヨガを知っていますか？その名の通り、笑いながらヨガのポーズをとるエクササイズで、体を動かしつつ、心もリフレッシュできるという一石二鳥の方法です。最初は無理やり笑う感じでスタートするかもしれませんが、これが意外と癖になるんです。まず、適当に簡単なヨガポーズをとりながら、ははは、ほほほ、と声に出して笑ってみましょう。最初は少し気恥ずかしいかもしれませんが、次第に本当の笑いがこみ上げてきて、なんだか自分がおかしくなってくるのです。友達と一緒にやれば、もう笑いが止まらなくなること間違いなし。今日はどうしても笑えないという日でも、試してみる価値はあります。無理にでも笑い始めると、体がその笑いを信じて、本当に楽しい気分になってくるんです。心と体はつながっているので、笑いの力は強力です。19、趣味に没頭する。でも趣味が見つからない？リラクゼーションの一環として、趣味に没頭するのも素晴らしい方法です。でも、趣味がないんだよなという人も多いですよね。そんな時は、新しい趣味を探す旅に出ましょう。例えば、何気なく始めたパズルやレゴが、突然リラックスの王道になることもあります。意外と奥が深いし、完成した時の達成感がすごいんです。料理が得意なら、ちょっとしたスイーツ作りに挑戦してみるのも楽しいですよ。特に、自分で作ったスイーツを食べる時の、これ、私が作ったんだ、という誇りは、何とも言えない幸福感をもたらしてくれます。趣味を見つける旅は、リラクゼーションそのものです。いろんなことを試して、自分に合うものをゆっくり探してみてください。これが趣味だ、と思う瞬間が見つかれば、それはもうリラックス法として最強の武器になります。20、バーチャルリラクゼーションツアー。でも、やりすぎ注意？コロナの影響でなかなか旅行に行けない時代もありましたが、今はバーチャルツアーが流行っています。実際に旅行に行かなくても、世界中の名所を自宅で楽しめるなんて素晴らしいですよね。例えば、YouTube で世界一周バーチャルツアーを検索すれば、世界中の観光地を訪れているような気分になれます。エッフェル塔、グランドキャニオン、オーロラの映像まで一気に見られるんです。これがリラックスしないわけがない。ソファに横になりながら、ちょっとした海外旅行気分を味わうのもありです。ただし、夢中になりすぎて、今度は本物を見に行きたい、と旅行の計画を立て始めると、逆にストレスが増えるかもしれないので、注意が必要です。リラックスのために、あくまでバーチャルで楽しむということを忘れずに。21、リラックス読書タイム。でも本を読むのが苦手？読書は心をリフレッシュさせる素晴らしい方法の一つです。物語の世界に没頭すれば、現実のストレスを忘れて、心がスーッと軽くなる瞬間が訪れます。でも、本を読むのが苦手だなと思う人もいますよね。そんな方におすすめなのは、短編小説やエッセイ集です。たった数ページで完結する物語なら、気軽に読めて、何時間もかけて読み終えるのは、ちょっとという心配はありません。それに、今ではオーディオブックも豊富にあります。目を閉じて、ナレーターの声に耳を傾けながら、ゆったりとした時間を過ごせば、まるで物語の中の世界を旅しているような感覚になれます。お風呂の中で聞くのもいいですね。それでも、本を開くのがめんどくさいと思う日には、コミックやグラフィックノベルもおすすめです。色とりどりの絵と物語が一緒になって、視覚的に楽しみながらリラックスできるので、まさに心のエンタメタイムです。22、手作りスキンケアでプチスパ体験。でもやりすぎない？次のリラックスアイデアは、
自宅でできる手作りスキンケアです。市販の高級スパのようなトリートメントを家で楽しむことができたら、もうそれだけで極上のリラックスタイムですよね。でも、高価なスキンケア製品を買わなくても、実はキッチンにあるものだけで素敵なスパ体験ができちゃいます。例えば、蜂蜜とヨーグルトを使ったフェイスマスク。これを顔に塗ってリラックスしながら10分ほど過ごすだけで肌はツヤツヤ、心はすっきり。蜂蜜の甘い香りに包まれて、まるで自然の恵みを受け取っているような気分です。ただし、やりすぎには注意。楽しくなって、これもあれも、と顔に乗せているうちに、あれ、私何やってんだと思う瞬間が来るかもしれません。スキンケアもほどほどが大事です。手軽にできる範囲で、楽しみながら試してみてくださいね。23、好きなドラマや映画でリフレッシュ。でも気づけば一気にリラックスには好きなドラマや映画を見るのも最高です。お気に入りのシリーズや何度見ても飽きない映画をもう一度楽しむことで心がほぐれ、日常の疲れが取れていきます。特にコメディ映画や心温まるストーリーは見るだけで気持ちが軽くなります。ただし、ここで気をつけたいのは気づいたらシーズン一気見問題です。ネットフリックスやアマゾンプライムの誘惑は強力で、ついつい次のエピソードを続けて視聴というボタンを押してしまいがち。でも、ドラマや映画も適度に楽しむのがリラックスの秘訣。時間を決めて、見終わった後は、しっかりと体を動かしたり、別のリラックス法に切り替えることも大切です。24、お部屋の模様替えで気分転換。でもやりすぎ注意。模様替えは、部屋の雰囲気を一変させるだけでなく、心も新たな気持ちで満たしてくれます。新しい家具を買う必要はありません。例えば、ソファの位置を少し変えるだけでも、部屋がまるで別世界に感じられることがあります。観葉植物やクッションを追加するだけでも、リラックス空間を演出できます。ただし、模様替えに夢中になりすぎて、疲れてしまうこともあります。ここまでリラックスのアイデアをたっぷり紹介してきましたが、あなたに合う方法は見つかったでしょうか？重要なのは、自分のペースで、無理をせず、リラックスできる瞬間を大切にすることです。日々の生活にユーモアとリラックスを取り入れて、心も体もリフレッシュしていきましょう。ご視聴ありがとうございます。少しでもためになると思った方は、いいねとチャンネル登録していただけましたら幸いです。